どうも皆さん、カイトです。 2D アクションフリンサン・オブ・クリムゾンというゲームをご存知でしょうか。こちらは2021年9月16日に Steam、Nintendo Switch、PS4、Xbox でリリースされました。早速実績以外は全て埋めて 101% クリアしたんですけど、安牌かつ丁寧に作られた良作アクションでしたね。特段ゲームシステムとストーリーに真新しさはないんですけど、シンプルな作りで非常に面白かったです。今回はフリンサン・オブ・クリムゾンというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、ステージクリア型メトロイドバニア風 2D アクションになります。クリムゾン使いのフリンを操作してステージを1面ずつ攻略していく形です。スーパードンキーコングのようにマップ移動をしながらの選択、そしてクリアするごとに道が開放されます。選択ステージによっては収集アイテムの異物マークが薄く表示されていますので、コンプリートしたい方は絶対に取っておきましょう。こちらは拠点サンクティアの村で4バルに高値で赤い宝石に取引できるので損はないかなと。フリン自体の身体バフとしては先ほどの赤い宝石を使ってのスキルツリー解放で強化していくので、拠点にいるロレッタに話しかけて好きに割り振りをしていきます。若干体力が低いと感じたので胃の一番に HP 増加に活用してました。この緑の宝石マークが HP で、こちらの小さな緑が回復オーブで数字が回復回数、これがクリムゾンゲージで、こちらが武器と魔法選択ですね。 HP とオーブ、クリムゾンゲージはスキルツリーの永続バフで増やせます。フリン自体はボタン連打による近接攻撃、遠投できる魔法攻撃、そして避けるためのドッジロール、回復オーブによる宝石魔法の4項目が主な仕様ですね。近接攻撃はソード、アックス、クローの3種類。魔法攻撃としては魔弾、炎、氷、イカズチの4パターンと攻略中に増えていきます。フリンはクリムゾンというパワーを使うことができ、マックス状態だとコントロールモードに突入して攻撃ラッシュを繰り出すこともできますね。これがめちゃくちゃ強いんですよ。雑魚ラッシュやボス戦でも大いに活躍するので、使いどころを考えて戦います。後々デックスという幻獣も召喚でき、机上による無双モードの爽快感をぜひ味わってほしいですね。ステージは隅々まで探索するメトロイドバニア感も感じるので、飽きるというのはなかったです。次にストーリーなんですけど、愛しの故郷ロサンティカという美しい島が舞台。かつてはスカージュの抑圧によって荒廃していたが、クリムゾンの力を持っている先祖の力により平和になって村の人々が穏やかに暮らしていました。しかし再びスカージュの気配がロサンティカに広がり脅かそうとしています。先祖よりクリムゾンの血が受け継がれているフリンはスカージュを蹴散らすため島を冒険するっていうお話です。そしてこのゲームの魅力になるんですが、1、王道アクションが一番の魅力。フリンが横スクロールに冒険してダンジョン内を探索、簡単なパズルギミックを突破してからの雑魚敵を蹴散らしてのお金ゲット、進んでからの新たな武器、魔法を得得しての攻略といった感じで当たり前のことを当たり前にします。もうね、これが最高にそそるんですよ。これでいい。下手に細かいことを削ぎ落としてシンプルザベストにしたのが楽しめます。そして持ち帰ってお金での拠点でのスキルツリーなどメトロイドバニア感たっぷりです。ローグライクみたいにデスったら全てやり直しではなくて、トータルマネーの 5% を代償にして復活だけなのでめちゃくちゃ優しい。敵との戦闘時も対象への接触ダメージがないので、ドッジロールで回り込んでのヒットアンダーウェイが刺さるのもプレイしやすかった点かなと。一発デスというのは存在しないので、既存体力を気にしながらの回復は落ち着いて操作できました。難易度は全然高くないんで、アクションが苦手な方でもすんなりプレイできると感じ取られましたね。2、収集したくなる異物と隠し出口試練。各ステージでたまに異物ありポイントと複数出口ありポイントが出現するんですけど、これがね全部取りたくなっちゃうんですよ。ある程度進めてエリアボスまで倒してから取り忘れないかの確認するんですけど、少しでも空きがあったり、どこにルートあったんやという試練ルートを探したりとモヤモヤしてしまうので、すごく探しちゃうんですよ。異物を全部集めて、さらにはステージマップを全てルート開放したから 101% という記録は
が出たのかなと。これスーパードンキーコングでも最高 101% でしたね。全部自力で収集したので時間かかったんですけど、この場所だけは動画に残しておきます。マジで1時間以上異物が見つからなくてコントローラー投げそうでした。試練は複数出口あり箇所に必ず鍵を使った扉があります。モブキャラたちの言葉を頼りに鍵を探して扉に入ると望むことができるんで、こちらも開けておきましょう。試練はザコラッシュバトルなのでクリアすると多くのお金を手に入れられます。これでスキルツリーの解放がはかどるのも効率良かったです。3、クリア時間は10時間。メインストーリーと異物の全回収、ルート全開放でのクリア時間は10時間ほどでした。セーブファイルは 101% と表記されていたので大方制覇かなと。実績は半分しか取れてないんですけど、結構ややいのもあったので興味ある方はコンプを目指すのもいいかもしれません。クリア後要素としてはスキルツリーを全て習得したままでの最初からですので、より深く遊びたい方は挑戦するのも一興ですね。以上になります。ステージクリア型メトロイドバニア風 2D アクションフリンサン・オブ・クリムゾン。探索後しっかりこのしての横スクロール移動、そして武器をブンブン振り回してからのクリムゾンパワーで無双する。よければ皆さんも王道である両作アクションをプレイしてみませんか。きっと後半で獲得できるクローが強すぎてラスボス以外に無双モード突入ですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただければ幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。